こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、モータースポーツ史上最悪の事故となった、1955年のルマン24時間レースについて解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ルマン24時間レースってたまに聞くけどあまり知らないのよね。どんなレースなの？公式な枠組みとしては、1923年から始まった、FIA 世界耐久選手権として開催されるレースの一つだ。この枠組みで世界中で年間5、6000のレースが開催され、各レースの獲得ポイントを累計し年間チャンピオンが決定する。日本の富士スピードウェイも時々開催地の一つになるぜ。その中で最大規模のレースがルマン24時間レースだ。F1 のモナコグランプリ、アメリカのインディ500と合わせて世界三大レースと呼ばれているぜ。世界耐久選手権の一つだけど、かなり別格なのね。初開催は1923年。ストライキや世界大戦の影響で数回中止しているが、現在でも開催され続けている歴史あるレースだ。場所はフランスのサルト県ルマン市にあるルマン24時間サーキットだ。サルトサーキットとも言う。コースの3分の2は公道で、レース中のみサーキットとして整備される。残りの3分の1はブガッティサーキットを使用する。ピット設備やスターティンググリッド、観客席、その他レースに必要な設備は概ねこのサーキットのものを使用するぜ。コースは普段公道として使用されているのね。自分の車でコースを走れるなんて最高ね。コースは開催当初こそ緩い高速コーナーとロングストレートのみで構成される単調なコースだった。当初は平均時速240キロ、最高速度は 6km にも及ぶ超ロングストレートの走行時に時速405キロという異常な高速度に達した。400台とかすごすぎる。空飛べそうね。ああ、実際事故も多かった。事故が起こってはコース改修を繰り返している。コースはこれまで十数回変更され、現在では平均時速220キロ、最高時速360キロほどだ。それでもめっちゃ速いわね。その速度で24時間走るとか超人だわ。ルマン24時間レースが発祥となった技術や安全策はたくさんあるが、有名なのはその名前までついたルマン式スタートだな。あ、鈴鹿8時間耐久レースで見たわ。ライダーがバイクにダッシュするやつでしょ。そうそれだ。ルマン式スタートはこのレースが発祥だ。ただし四輪の場合はシートベルトをつけずに発車して事故に繋がったケースなどがあるため、現在はバイクレースでのみ行われている。なお、ルマン式スタートに関して外せないのがベルギーのレーシングドライバー、ジャッキー・イクスだ。彼はこのレースで6回も優勝しているレジェンドドライバーなんだが、安全を啓発する意味であえてスタート時にゆっくり歩き、シートベルトをしっかりと締め、最後尾からスタートした。で、優勝した。1969年大会のことだ。それで優勝とか、どんだけかっこいいのよ。ルマンに関しては他にも面白いエピソードが山のようにあるぜ。詳しくは口述するとして、そろそろ本題に入っていこうか。1955年6月11日、第23回目となるルマン24時間レースが開催された。なんといっても今大会の目玉は3大ワークスの対決だ。ワークスって何？自動車の製造メーカーの人員、資金で構成されるチームのことだ。自社の車両を隅々まで知り尽くしている開発者が、最高のカスタムを施したマシンが投入される。メーカーの看板を掲げている以上、勝てば自社の製品の性能をアピールできるし、下手な負け方をすればその真逆の結果となる。メーカーは自社の威信をかけて、最強のマシン、レーサー、体制を揃えてレースに挑むんだ。メーカー同士の本気の戦いが見れるってわけね。ファンなら最高に面白いわね。ちなみに真逆の言葉はプライベーターだ。彼らはメーカーから借りたマシンで勝負している。で、今大会の3大ワークスのうち、1チームはイギリスのジャガーだ。1951年、1953年と優勝しているメーカーが、D タイプを改良して参戦すると話題になった。D タイプは前年の1954年大会で初投入されたマシンだ。ストレートで最高速を記録し性能の高さを見せつけた。トラブルで惜しくもリタイアしたが、弱点を克服した D タイプが大暴れすると期待された。もともと強いチームで、マシンがさらに改良されたのね。次がイタリアのフェラーリ。昨年の覇者だ。新開発のマシン、121LM が初投入とこちらも話題沸騰だった。最後が、メルセデス・ベンツ。1952年大会で優勝して以来、3年ぶりの参戦だ。車両は 300SLR。前年に F1 で初投入されたマシンだ。当時としては珍しいガソリン直噴エンジン、エアブレーキなど、技術力の高さが目立った。当時から技術力はすごかったのね。3年間で力を貯めたメルセデスの速さ、ここも気になるわね。
レース開始は6月11日16時。ルマン式スタートで始まった。フェラーリが好スタートを見せ、序盤はフェラーリがリードする展開となった。メルセデスは3台出場していたが、エースドライバー、ファンジオはマシンに乗り込む際、ズボンをシフトレバーに引っ掛けてしまい、出遅れた。ルマン式スタートって、エンジンかかりませんっていうのはよく聞くけど、そういうミスもあるのね。徐々にジャガー、メルセデスがフェラーリに追いつき、抜かしていった。そして2時間が経過した。ここまでは特に大きなトラブルなく、レースが進行した。その頃になると周回遅れとなるマシンが現れている。トップ集団はかなり速度差がある中、周回遅れのマシンを右に左にかき分けながら抜き、全開で走っていくんだ。抜かれる方はできるだけレコードラインを譲って抜かれようとするが、複数台が団子になっていたりすると綺麗にどけない場合もある。トップ集団は後ろから追いかけながら、そんな周回遅れの動きを予測し、抜いていく。うまく抜けるかどうかで腕の差が出たりする。そこも観戦の醍醐味なんだぜ。そしてその事故は、何の予兆もなく、突然起こった。2時間半が経過した18時28分のことだった。トップはジャガーのマイク・ホーソーン。続いてメルセデスのピエール・ルベイ、さらに同じくメルセデスのファン・マヌエル・ファンジオと続いた。3台は1周回遅れの、オースチン・ヒーレイ社の 100S をカルランス・マックリンに追いついてきた。マックリンはトップ集団の接近に気づき、コース左側のレコードラインを譲り、右に避けた。そこで3台が追いついてきたが、その時トップのホーソーンは給油、ドライバー交代のためピットインしようとした。その際、マックリンを抜き、マックリンの前に出て、急減速でピットレーンに止まった。危ないマックリンの後ろについて進めばそれでいいじゃないの。それだとわずかながら遅れるからだろう。ホーソーンの急制動に対し、衝突の危険を感じたマックリンは、とっさに左に避けた。だがそこには、同じく追いついてきたルベイがいたんだ。これよく見るパターン。公道だとちょっとぶつけて済むかもしれないが、レースだとそうはいかない。ぶつかった両マシンは激しく吹き飛んだ。マックリンのマシンは進行方向右側のピットボールにぶつかり、さらに左側のボールに衝突。マシンは炎上した。その際、記者や警察官数人が引かれて亡くなった。マックリン自身は奇跡的に怪我はなく、マシンから脱出し、無事だった。ひどい事故になったのね。いや、これは被害のごく一部に過ぎない。ひどいのはもう一方の、メルセデスのルベイの方だ。ルベイのマシンは事故の衝撃で宙に浮いた。防護土塁の上でバウンドし、バラバラに分解され、炎上しながら観客席に飛散した。レース会場は一瞬の間に、まるで砲弾が撃ち込まれたかのような地獄絵図と化した。最終的な死者数は83名に上った。83名、大惨事ね。レースどころじゃないわね。いや、レースは続行されたぜ。そんな大事故になってるのに？ああ。消火や破片の撤去、負傷者の救護をしながら、レースは続行となった。レースを中止すると、観客の移動で道路が混雑し、救急車両の到着に影響すると運営が判断した。徹底して混乱を避けるため、事故のアナウンスが行われたのも深夜になってからだった。なるほど、負傷者の救護のためにあえて続けたのね。開始2時間半で大事故が起こって、その後レースはどう進んだの？事故の集団にいたメルセデスのファンジオが奇跡的に事故を回避し、トップとなった。これで巻き込まれてないのほんと奇跡ね。2番手がジャガーのホーソーンだ。次第に差は広がり、日付が変わる頃には1位、2位の差は2周にも広がった。13キロのコースで2周差ってことは、26キロも離したってことよね。メルセデスすごい。圧倒的ね。観客席に飛び込んだ、同じくメルセデスのルベイはなくなってるからな。その悔しさが力になったのかもな。だが、メルセデスの本社、ダイムラーベンツ社は世論への影響を考慮し、レースの危険を指示。日付が変わった6月12日午前1時45分、メルセデスのチームは自主リタイアした。多くの観客を巻き込んだ責任を取る、我がチームのルベイ、及び多くの死者に哀悼の意を表する、と声明を残し、メルセデスは去った。メルセデスかっこよすぎない圧倒的トップだったんでしょ。なお、メルセデスはジャガーのチームにもリタイアを促したが、ジャガーは拒否した。その結果、ジャガーが繰り上がり、トップに躍り出ることになった。レース終盤は降雨に見舞われるなど波乱続きだったが、ジャガーはそのままトップを守り、6月12日16時、優勝のチェッカーを受けた。急に車線変更して事故の原因作ったジャガーが優勝したってことよね。なんか納得いかないんですけど、それはみんなが思ったぜ。翌日の新聞記事におめでとう放送あなたの健康を祝しますと皮肉たっぷりの記事が踊った。ただ後半の雨にもかかわらず、ジャガーの総走行距離4135キロ、平均速度時速172.3キロは大会新記録だった。
いろんな意味で話題の尽きないレースとなった。レース当日の様子は異常だ。ここからは後日談や補足について述べるぜ。事故の現場検証や事情聴取には5ヶ月を要した。まずコースに問題があるとされた。ピットレーンと本コースが区切られておらず、今回のように全開で走る直進車とピットで止まる車が接触する危険は常にあった。また、観客席前には防護柵がなく、被害拡大の一因になったとされた。次に、というか、やはり大きく取り上げられたのは放送音のピットイン時の動きだ。まさか自分の前に入ってきた放送音が入るや否や急減速するなんて、マックリンは思いもしなかったでしょうね。その通りだぜ。フランスのマスコミは、放送音の車線変更、及び直後の急減速を猛烈に批判した。放送音自身は片手を上げブレーキをかけた。車間など十分に余裕を見た。と自伝で述べている。また、チームも周回遅れのマックリンは常に後ろから来る速いマシンの応対に追われており、前車のブレーキに気づくのが遅れた、と述べている。逆にマックリンは放送は私の20から30メートル前に入ってくるや否や、急ブレーキで止まった、事前の合図はなかったと反論しているぜ。なお最も近くで事故を見た第三者、メルセデスのファンジオは、ピット手前360メートルからの減速であるため、ルール上の問題はないだろうと冷静にコメントしている。いろんな意見があるわね。結論的にはどうなったの？最終的には、ドライバー側、運営側、どちらにも責任なし。レースである以上起こり得る通常のアクシデントの範疇、と裁定された。結論が出ると、淡々と対策が講じられていった。主にメインストレート付近のコース幅の拡張が行われたぜ。工事に時間を要したため、翌年の大会は通常より1ヶ月遅れの7月末に開催されている。大工事だったのね。ああ。まあ開催が遅れたのは工事だけのせいじゃないけどな。工事を進める一方で、そもそも開催是非についてかなり議論があった。最終的には、排気量の上限設定、燃料制限などルール上の規制も加えられ、開催へ踏み切られた。なお、開催がなかなか確定されなかったこと、開催日が遅延したことから、この年は世界耐久選手権の枠組みから外され、単独の大会となった。優勝はまたもジャガーだ。ドライバーは放送音じゃなかったがな。事故後、1958年に一度優勝はあったものの、放送音の成績はあまり振るわなかった。1958年後半には、そのまま現役を引退した。そして引退してから3ヶ月後の1959年1月22日、放送音は公道で事故死した。どうしたの？前を走っていた友人の車を追い越した際、スピンし、トラックや木に衝突して車ともどもめちゃくちゃになった。友人とレースごっこをしていたのではオーバースピード飲酒運転など様々な噂が飛んだが、解明はされなかった。なおその時、放送音の車両はジャガーの D タイプ、友人の車両はメルセデスの 300SL だった。まるっきりルマンの事故で当事者になった車じゃない。なんか運命的なものを感じるわ。レースの時、放送音を仕留め損ねた死神が後からやってきた、みたいな。そんな気さえするな。そういえばメルセデスのマシン、結局リタイアしたものの途中まで圧倒的にトップだったわよね。翌年もジャガーに負けたのはなんで？いや、翌年の大会にメルセデスは参加していない。どういうこと？それどころか、次回のメルセデスの参加は30年後の1985年大会だ。30年って1955年大会では事故の責任を取ってリタイアしたのよね。その反省ってこと？まあそれもあるが、レースはどうしても資金が必要になるからな。市販車に予算を割きたいとの会社的な方針だ。それに、投資に見合ったリターンがあるとも限らない。1955年の事故のように、モータースポーツには事故がつきものだ。イメージダウンのリスクすらある。実は1955年は死亡事故が連発した暗黒の年だったんだぜ。ルマンの大事故の前月、F1 で2年連続総合優勝しているアルベルト・アスカリがテスト走行で事故し、コース上で急ブレーキを踏み、マシンが暴れ、横転した。なぜ急ブレーキを踏んだかはわからなかった。また同じ5月に、インディゴ100を2連覇したビル・ブコビッチが1955年インディゴ100の予選でやはり事故し、事故車を避けようとした他のマシンとの衝突だった。これらの死亡事故により、モータースポーツは危険で禁止すべきという論調が急速に高まった。でしょうね。こんだけ事故が続けばね。一部の国ではレースを禁止する法案が可決されるにまで至った。この論調により、F1 を中心に大小様々なレースが一時的に中止に追い込まれたぜ。以降、レースは速さだけを追求し競走馬ではなく、安全性能をアピールしたり安全意識を啓蒙するイベントへと姿を変えていった。いい方向に向かい出した感じするわね。よかった。以上、今回は1955年のルマン24時間レースについて紹介させてもらったぜ。
最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも世界の大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。